はい、どうも皆さんこんにちは。本日もですね、サブスタンス 3D 道場の時間がやってまいりました。本日はですね、先日ですね、出ましたサブスタンス 3D デザイナーバージョン16のアップデートをですね、解説していきたいと思っております。はい、それでは早速やっていきましょう。本日ですね、こちらのですね、アップデートをご紹介させていただきます。まずですね、OpenPBR 対応となりました。この OpenPBR が対応したことによってですね、他の 3D アプリケーションとサブスタンス 3D デザイナーでのですね、見た目がほぼほぼ同一となっております。同一になるようにできるようになりましたというところですね。はい、そしてですね、2つ目がディスプレイスメントへのアクセスが簡単になりました。そしてこちらがですね、結構大きめなアップデートになるんですが、このシェイプスプラッター V2 ノード、そして SDF ノードといったものが新たに登場してましたので、こちらの2つに対してですね、今回は時間をかけていこうかなと思っております。特にですね、今回タイトルの方に前編と書いておりますので、後編の方にですね、より SDF ノードの中で何ができるのか、そして何ができないのかといったところをですね、解説、できたらなと思っております。そしてですね、シェイプスプラッター V2 ノードを使った一連のですね、マテリアル作成の流れも解説していきたいと思います。はい、それではですね、早速、アップデートをですね、見ていきたいと思います。こちらにですね、このヘルプのですね、こちらヘルプのですね、ここですね、この What's New からですね、先ほどのアップデートの内容っていうのは見れるようになっておりますので、こんな感じですね。まず、シェイプスプラッターノード、SDF ノード、OpenPBR サポート、そしてディスプレイスメントとなっております。はい。まずですね、新しくですね、サブスタンスの、マテリアルを作成するときに、コントロール N で作成しますよね。その時にですね、こちら OpenPBR というのがですね、出てきておりまして、もうですね、はい、こちら OpenPBR のプリセットのマテリアルがですね、用意されております。はい、そうですね。で、例えば、黒を使う方は黒用のマテリアルだったりとか、そういったものもですね、新たにですね、用意されておりますね。はい、ここにですね、Adobe スタンダードマテリアル、従来のものもございます。はい、こんな感じですね。で、こちらで OpenPBR で、作成をしてみますね。そうすると、こちらのですね、右側のプロパティがございまして、その下にですね、このアトリビュートの中にですね、ちゃんとこのマテリアルなんだっけと思った時にちゃんとですね OpenPBR1.1 っていうのがですね出てきております。はい、このマテリアルモード内でですね、Adobe スタンダードに戻りたかったらスタンダードに戻っても大丈夫ですし、はい、USD プレビューサーフェスの方でやっても大丈夫かなと思っておりますが、OpenPBR が、デフォルトで対応しましたよというところでございます。はい、そしてですね、そうだ、あれですね、ディスプレイスメントですね。ちょっとですね、例えばノイズをですね、作りましょう。例えばパーリンノイズをですね、パーリンノイズ作りまして、もう本当にこちらは簡単に紹介するんですが、例えばこれをこうやって持ってきちゃいますね。で、こうですね。はい。で、こちらのですね、ディスプレイスメント、今まではですね、こちらを画面を右クリックだったりとか、ここら辺からですね、行かなくちゃいけなかったものがですね、このですね、ツールのところのウィジェットでですね、ディスプレイスメントが出てきました。はい。で、こちらに関してですね、ハイトスケールをこういう風にやって、テッセレーションをこのようにやって、ディスプレイスメントをですね、確認していくことが可能となります。はい、またですね、他にも例えばレイトレースの方もですね、こちらからアクセスできるようになりまして、はい、こんな感じでですね、簡単にオンオフが可能となっております。で、後ほどですね、紹介する場面があるんですが、こちらの今までの、このレンダリングの設定ですね、プロパティですね、っていうのは、こちらの歯車の、アイコンからアクセスできるようになりました。はい。で、こちらでこんな感じですね。グラウンドプレーンとかも、グラウンドプレーンはここにあるか。はい、ありますね。
そうですね、こんな感じで、そうですね、はい、フィジカルサイズとかもあったりしますね。はい、といったところがですね、主に簡単に OpenPBR とディスプレイスメントのウィジェットのですね、ご紹介となっております。はい、それではですね、ちょっとメインの方に行きたいと思います。こちらですね、シェイプスプラッター V2 ノードとなっております。はい、シェイプスプラッター V2 ノード、こんな感じのですね、マテリアルをですね、作成することが可能となります。例えば、ちょっとですね、わかりやすくいきますと、でこちら、レイトレーシングで見たりして、こんな感じですかね。で、例えばこちらをですね、この 3D のパネルをですね 3D ロテーション回転かけていくこともですね簡単にできちゃうんですね。例えばちょっと、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでちょっと値戻しますね。で例えば 3D のロテーションのランダムっていうのをちょっと入れますと、ロテーションランダムでちょっとこれはパネルになるんですが、例えば、ですね、ゲームの、地面の凸凹、例えばそうですね、石ころの凸凹だったりとか、そういったこともですね簡単に表現をすることができるようになっております。ではですね、一体じゃあバージョン1とバージョン2で何が違うのかっていうのもですねちょっと解説させていただきたいと思います。こちらがですねバージョン1の方になっております。でバージョン1ですね、もう本当に簡単にですね解説しますと、こちらシェイプスプラッターバージョン1ですね、いろいろバックグラウンドを入れたりパターン1を入れたりとか、結構タイルサンプラーと似たような感じではあるんですが、このバージョン1とバージョン2ではですね、大きく本当に違うところがございまして、それはですね 3D の形状を扱えるか否かみたいな感じのところですね。ですのでこのバージョン1の方にはロテーションは 2D の回転しか入ってないんですね。ですので例えばこうやったこういうふうに今ロテーションをいじるとですね回転が反映されるんですけれども、先ほどのようにですね奥行きを持ったこういった 3D のロテーションはですねここではできないんですね。それがですね一つ大きな違いとなっております。はい、あと自由度もですね違いますね。このバージョン2の方はですね新たに、SDF のノードをですね使用することができますので、その中で 3D オブジェクトを扱うということが可能となっております。はい、ではですね実際にこのパネルのですねマテリアルの作成の流れっていうのをですね解説していきたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっとですね今回私も作ってて気づいたんですが、注意すべきポイントっていうのもございますので、はい、これから実際に作っていきたいと思います。ではですねまずこちらの今道場ボリューム029という SBS ファイルを開いているのですが、こちらを右クリックしていただいて新規作成からサブスタンスグラフですね、こちらを作成します。はい、でこちらの中に作成しますね。でサブスタンスグラフ1、今こちらはリネームしまして、デモというふうにしておきましょう。で、シェイプスプラッター V2 ノード、こちらをですね作成します。はい、そうするとこんな感じでですねもうデフォルトでこんな風になってますね。もう 3D っぽい感じの、オブジェクトがですねデザインイメージがですねこのように散りばめられております。でこちらに対して先ほどのですねポリゴンからこちらをですね例えばですねパターンインプットは下だ、これですねパターンインプット1がこちらにございますのでこういうふうに入れておきます。でですねこちらのですねシェイプ、こちらのシェイプ項目ですね、シェイプ項目の方にイメージインプットっていうのがあります。後ほどですねこちらの SDF ファンクションもですねちょっと解説したいと思います。こちらのイメージインプットに、置き換えます。そうするとこんな感じでですねちょっと、ハイト情報、厚み情報を持った
このポリゴンがですね、要は 3D になったポリゴンが、このようにですね表示されるわけですね。でちょっとですね簡単に、今若干そのロテーションのランダマイズが入っておりますので、そこを切りたいと思います。例えばロテーションのランダム 3D ロテーションランダムデフォルトで 0.1 入ってます。でこちらですね。でポジションのオフセット、ポジションのこちらですね、ラインポジションオフセット、こちらを 0.5 にしておきます。はい、で大きさをですねもうピタッと沿わせたいので、並びとちょっとスケールをですね若干変えたいと思います。こちら X を17にして Y を20にしておきます。でですねスケールをシェイプのサイズですね、こちらを 1.35 とかな。はい。でちょっとだけですね X を 1.02 とかですかね。はい、こんな感じでぴったし隙間なくできました。でこちらをですね一旦ですねこちらをですね3つ、ハイト、ノーマル、アンビエントオクルージョン、こちらにですねつないでいきたいと思います。こちら一番上がですね、アウトプットの一番上がハイトとなっておりますので、こちらをですねつないでいきたいと思います。はい、3つ持ってよいしょ。はい、そうすると何もすみません、何も変化が起きてませんね。でこちらにですね戻りまして、ちょっと 3D のですねロテーションを、ロテーションランダム、これかちょっとかけてみたいと思います。そうするとこういうふうに反映されましたね。こんな感じですね。ではですねこのロテーションの範囲をですねまずとりあえず決めたいと思います。例えばシェイプからベルを取り出しまして、トランスフォームで、こうですね、こういうふうになっておきます。でタイリングは、ノータイリングにしておきます。はい。でこちらをですねシェイプロテーション、こちらですねの方につないじゃいます。でこのシェイプロテーションのあれだ、マルティプライヤーがあるんですね。一旦ですねロテーションランダム0にしておきます。でシェイプロテーションの、マルティプライヤー、これは 3D ロテーションマップマルティプライヤーですね。こちらですねこちらがありますので、こちらをですね Y をこのように上げていきたいと思います。そうするとこんな感じですね。はい、こんな風になってます。ではですね、こんなにパネルなんでこんなに厚さいらないんですよ。もっと薄くしたいと思いますので、そこをですねいじっていきたいと思います。でこれはですねどこだっけな、ここですね、シェイプの中のシェイプエクストリュードハイト、こちらですね。もうちょっといこうか。これです、シェイプエクストリュードハイト。はい、ここに行くとこれをですねもう本当に薄くしたいんですね。でそうするとこのハイトがどんどん暗くなるじゃないですか。本当はですねこちら 0.09 じゃなくて 0.05 くらいまで薄くしたいんですよ。そうすると他のハイト情報がですね消えちゃうんですね。見えなくなっちゃうんですね。ですのでハイトの中にありますハイトオフセットを結構上げていきます。とりあえず1の方に上げていきます。はい、そうすると真っ白になるんですが、この辺ちょっとおかしいですよね。反映されてるところを見るとちょっと変な感じになってますね。ですのでこれをですねちょっとこのままの状態でフィックスした状態で直したいと思っております。はい。でそちらがですねどこから直せるのかと申し上げますと、一番上のところにあるんですね。でここのですねアウトプットフォーマットが現在16ビットのチャンネルになってます。
ですので、やっぱりもうちょっと深度が深い32ビットのチャンネルになれば、こちらがですね、ちゃんと反映されるのではないかと、いうところで、このようにですね、ちゃんときましたね。ですので、このシェイプスプラッター V2 の方で、なるべく薄い 3D シェイプを扱いたい場合とか、奥行きをですね、結構奥行きの問題があった場合っていうのはですね、ここにチェックを入れる、ここをチェックしますと解決することがあると思いますので、ぜひぜひ、皆さんですね、このノードを使う際はここをですね、ちょっと頭の片隅にでも入れといていただけますといいのかなと思っております。はい、こんな感じですね。で、今ですね、こうやって、そうか、ちょっと待ってくださいね。ついでにこちら、オパシティノードもですね、作っちゃいます。アウトプット。オパシティ。はい。で、アルファで、オパシティ。で、同じようにこう。で、ビューイン 3D ビューの、オパシティですね。オパシティ。どこだっけこちら。はい。すっきりしましたね。こんな感じですね。で、ここがちゃんと表示されました。でですね、今、じゃあ、ここのパネル一枚一枚に対して、ちょっとデザインをですね、入れ込みたいと思います。はい。それはですね、このノード一つじゃできないんですね。ですので、別に、シェイプ、スプラッター、マッパーカラー、V2 のマッパーカラー、こちらをですね、使用していきたいと思います。はい。で、こちらをですね、こうやってもう簡単に接続しちゃいますね。こちらまだ何にも映っておりません。で、こちらの中をですね、パターンインプットとかにですね、デザインをですね、入れていきたいと思います。じゃあちょっとですね、そこら辺のデザインも、作成していきたいと思います。例えば、こちらをですね、どうしようかな。エッジディテクトを入れて、インバートして、ちょっとこんな感じですかね。で、スプラッターサークル、グレイスケールの六角形分のこれを、スクエアにして XY を Y をズドン、そんで、タイリングを、ノータイリングにします。で、こちらをブレンドとして、例えば、はい、こんな感じですね。こんな感じのをですね、入れ込むんですが、そっか、テキスト。なんかもう簡単にね、やっていきたいなと思っていますと。PS16.0。で、こちらは、ですね、ボールドの方がいいかなと。グリーンブラック。かわいいですね。で、もうちょっとフォントサイズ、今回にして、ちょっとこうやって、で、こうやって、みたいな。で、ブレンド。ここでブレンドしてもいいんですが、あれか。どっちでもいいかな。ちょっと待ってくださいね。これも、どうしようかな。RGB スプリットにしようかな。RGB スプリット。そうか。もう、これは、あれにしましょう。ですね、ユニフォームカラー使って、簡単にやっていきましょう。ブレンド。そうですね。で、ユニフォームカラー。カラーを、オレンジとかでもいいかな。ブレンド。わかりやすいですからね。で、これはコピーで、はい、こんな感じのですね、できましたと
いうところで、こちらをですね、パターンインプット、こちらに、こうやってつないじゃいます。そうすると、こんな感じですね。はい、DS16.0 というのがですね、できました。はい。ではですね、こちらをですね、ちょっとガッチャンコしていくんですが、こんな感じで、もう一つ、ですね、グレイスケールの方もですね、使用しまして、そうか、シェイプスプラッターですね。シャッターなんとかじゃないですね。これか、グレイスケールの方も使用しまして、ベースのですね、土台をですね、作っていきたいと思います。でこちらは、グランジのなんか、ラストファインでもいいんですけどね。バックグラウンドインプット。違う。ですね、こちら違いますね。失礼。パターンインプットですね。はい。パターンインプットのです。UV のスケールを結構下げまして、ポイント2とかにして、ランダムオフセット。はい。ルミ。ラン、このくらいでいいかな。っていう感じですね。で、これで、ドットノード作って、グランジみたいな感じですね。グランジのパターン。で、最後にここら辺とかをいろいろ足していきます。まずですね、例えば先ほどの RGB、A スプリットで、ここからですね、ノーマルを出しちゃいます。で、先ほどのここのノーマルにですね、コンバインしちゃいます。ノーマルマップをここからこうやって作成しまして、ノーマルコンバイン。で、ここと先ほどのこちらですね。よいしょ。はい。そんで、これはこっち側に。そうすると、こちら側にですね、ちゃんと反映されてますね。ちょっと 4K にしましょうかね。来てますね。ちゃんと来てます。はい。で、こちらをベースにですね、したいので、ベースカラーの方に、例えば、もうちょっとですね、時間もあれですので、あんまり小難しいことはしないように、したいなと思いました。ですね、ドット、もうちょっとですね、SDF のノードとかもですね、ほんと簡単にですけど、今回も紹介したいので、メインはちょっと後半の方でですね、紹介させていただきたいのですが、そうか。ちょっと待ってくださいね。こっちがグラディエントマップですね。グラディエントマップで、そうか。ちょっと待ってくださいね。グラディエントを、なんか、違う。そうだ。わかりました。こっちだ。こっちですね。すいませんね。今、時間が止まっちゃいましたね。そうですね。こういうことですね。はい。こちらを、で、ベースカラーにこのようにやっていきます。ちょっとね、色が、変な感じになってるんで、ここら辺はですね、どんどんいろいろと、例えばユニフォームカラーとかで、いろいろね、グレーをですね、ちょっとかけていったりとかして、いろいろ工夫してみてください。例えばもう普通にこういう感じでもいいですね。もうちょっと暗めに。はい。で、例えばブレンドで、こちらとこちらで、コピー、オパシティをすごい薄めに。はい。こんな感じで。はい。といった感じでですね、こちら、こんな風なやり方でですね、
シェイプスプラッターノードからシェイプスプラッター、マッパーカラーとかでシェイプスプラッターで、グランジを入れたりしてですね、こういうふうな組み合わせでマテリアルをですね、こんな簡単に、こんな感じで作成することができるようになっております。はい。でちゃんとノーマルも来てますね。アンビエントオクルージョンも来てて、オーパシティも来てる。でハイトも来てますね。はい。でですね、今裏側がちゃんとですねしっかり見えない状態になっているのがわかるかと思います。こちらですね。はい。これ大丈夫かな。でこちらこの先ほどのですねこの歯車の中からバックフェースカリングもですねオンオフができるようになっておりますので、こちらですね、バックフェースカリング。はい。オンをした場合は、裏側も反対側も見えて、オフの場合は見えなくなってるっていう感じですね。トゥルーかフォルスかですね。はい。そうですね。これは、レンダリング状態でも一応オンオフは可能ですね。レイトレーシング、パストレーサーか。はい、といったところですね。こちらも、覚えておいてくださいという感じですね。はい、それではですね、ちょっとだけ簡単に、次回の告知といいますか予習といいますか SDF ノードで皆さんここが一番知りたかったんじゃないのかなと思いますので、簡単にですね紹介したいと思います。ちなみにこのパネルのやつをですねちょっと変更するとこういったマテリアルもですね作成することが可能となっております。こういった感じですね。この鳥さん、これは確かファイヤーフライのボードで作成した鳥に対してこういった感じで入れまして、このセクインマテリアルっていうのをですね使っておりますね。セクインは、シェイプスプラッターのこんな感じで本当にすごい簡単にシェイプを円のディスクを使って作成していますね。こんな感じですね。はいね、こんな感じのが簡単に結構可愛く作れちゃうっていうのがございますので遊んでみてください。でですね、あれです、SDF ファンクションです。SDF ノードの、今回の紹介ですね。まずですね、これもちょっと新しく作っちゃいますね。ちょっとクイックになるべくやっていけたらなと思いますので、違う。まずサブスタンスグラフ新しく作ります。デモ SDF。これ、今度ですね、後編の方でより詳しく説明したいと思いますので、今回はもう本当に触れるところだけみたいな感じで、じゃあどうやって始めたらいいんだろうかっていうところだけ紹介させていただきます。まずはですね、先ほどのシェイプスプラッター V2、こちらをですね、作成しますね。で、こちらの中に先ほど紹介したですね、シェイプのところを見ていただくと、こちらの中にですね、SDF ファンクション、はい、こちらがございます。で、これをですね、クリックします。そうすると、エディットファンクションというふうにですね、切り替わりますので、こちらをですね、クリックして中に入ります。そうすると、ここ何もないんですね。何もないので、例えば、先ほど、キューブだったじゃないですか。こちらをスフィアを置いていただいて、こちらをですね、Set as Output Node、右クリックをして置きます。右クリックをします。この Set as Output Node、こちらをですね、クリックします。そうすると黄色く切り替わりますので、はい。まずですね、こちらで見ていきたいと思います。そうすると、今ですね、この、なんていうんですかね、今置いたスフィアがですね、このカメラにから対して結構下の方にいるんですね。ですので今、見えてない状態となっているんですが、ハイトの先ほどやったようにオフセットをですね、上げますと、このように見えてきます。こんな感じですね。で、これの中でいじっていくといったところなんですが、別のやり方をですね、の方が私はおすすめなんですよね。で、それを今から紹介したいと思います。で、実はこの中に新しいこの SDF 用の
ノードでビューワーというのが 3D ビューワーというですねノードが出てきて誕生しました。でこの中にもこのビューワーの中にもですねあったこの SDF シーンエディットファンクションというのがありますので、例えば先ほどのシェイプスプラッター V2 ノードでやっているときにこのエディットファンクション内でいろいろスフィアとスフィアをつなげたりスフィアとキューブで、サブトラクトというかブーリアンしたりとかいろんなことをすると思うんですけど、この中ではビジュアライズできないんですよ。でビューアーを返さないとビジュアライズが現段階ではできません。ですので例えばこの中でやってることをこちらのビューアーでやりたいのにそれができないとなるとすっごくめんどくさいじゃないですか。でこちらも別のエディットファンクションがあると。でこの中に入って作業をしなくちゃいけない。でそれがですねめんどくさいのを回避するための方法がですね、この道場のところを右クリックしまして New からサブスタンスグラフファンクショングラフ、SDF のグラフをですね作っちゃいます。でこちらの中で例えばスフィアと、ピラミッドをこういうふうに置いちゃいます。でですね、例えばもう、ユニオンスムースこういうふうにやっちゃうんですが、このようにしてですねユニオンスムースフロートちょい右クリックのセッターズアウトプットノード、これをですねデモ SDF、作っちゃいます。これかでデモ SDF の中に行きまして、でこのビューワーの中のですねエディットファンクション内にこちらをですね先ほどのデモ SDF でもハイフンで SDF をですね入れちゃってセットアズアウトプットノードにします。そうするとこんな感じで先ほどのスフィアとピラミッドをつなげてですねスムースかけたものがですね確認することができます。こんな感じですね。で同じようにですねこちらをダブルクリックしましてエディットファンクション行きまして、こちらもですねスフィアじゃなくてこの先ほど作ったものをドラッグ&ドロップして入れてあげます。そうするとこんな風に出てきました。でこちらはですね高さがちょっと、更新されましたのでオフセットをですねこういう風にやって、でローテーションをちょっとですねランダマイズしていきたいと思います。そうするとこんな感じですね、ちょっとどんぐりっぽい感じのオブジェクトがですねこういうふうに、見えているのがわかるかと思います。で例えばこっちをダブルクリックしてこの形状をいじりたかったらこの 3D ビューアーをダブルクリックしてこちらもですねファンクショングラフを、ダブルクリックすればこのビューアーが保たれたままこの中でですねいろいろ調整することができますので、こういうやつだったりとか、そうですね、こんな感じでですねやっていくのがいいのかなと思っております。例えばこちらもですねピラミッドじゃなくてこちらキューブにしておきましょうかね。キューブでこういうふうにやってもこんな感じのマテリアルですね。例えばこれをちょっとセンターポジション、こちらもですね、フロートであったりとかそういったものも、次回ですねご紹介できたらなと思っております。これがサイズかな。いいや、こんな感じで。そうすると、ですね、先ほどのこの中、シェイプスプラッター V2 もですね、のマテリアルのところも、ですね、更新されておりますね。ちょっとよくわかんないマテリアルにしちゃったけどな。ロテーション、3D のロテーションをこういうふうにちょっとやれば、で、ハイトをですね、ハイトオフセットをこうしておきましょう。そうですね。キューブと、スフィアの方に更新されてますね。そういった感じでですね、今回は、途中までやらせていただきました。やっぱり SDF は SDF で別でですね、枠を取った方がもっとちゃんと解説できるかなと思いましたので、後編の方でそこはですね、
対応させていただきたいと思います。なるべく後編の方もですね、2週間くらいを目安に、作成したいと思いますので、結構また早めにですね、皆さんにお会いすることができるかもしれません。それではですね、また引き続き、お楽しみいただけたらと思っております。では、さようなら。